教科書やニュースの日本語はわかるのに、日本人の会話がわからない。そんな人いませんか？自然な日本語を使ってみませんか？こんにちは、さゆりです。この動画では自然な会話から新しい単語や文法、そして文化が学べます。そして今の日本人、私たちの世代がどんなことに興味があるか、どんな話題を話すのか、そういったヒントも見つけられると思います。まずはじめに会話の動画を見てください。会話動画の後に3つポイントを説明します。1つ目はコロナ禍で流行った新しい趣味。どんな趣味を始めましたか？2つ目、日本で運転するときに絶対に知っておいてほしいこと。3つ目、誰かの家に遊びに行ったときに言うとても大切なフレーズがあります。そのフレーズの意味、そしていつどのように使うかが学べます。だから最後までしっかり動画を見てくださいね。それではどうぞ。そう、今はどこに住んでますか？日本ですか？そうですね。今は日本の栃木県というところにいます。なるほど。私、水木さんのポッドキャストをいくつか聞いたんですけど、その中で、車の中で生活してるって言ってたんで、はい、それについてちょっとどんな感じなのか知りたいんですけど、そうですね。どうですか？はい、ありがとうございます。プリウスっていう多分アメリカの方でも結構有名な車があって、そのプリウスだと、僕はあんまりその身長が大きい方ではないので、だいたい170センチで、こうやって背筋を伸ばしても寝れるぐらいの大きさがプリウスの後ろに来るんですけど、そのスペースで僕はちょっとこう寝てみたいなというか、車中泊をしてみたいなとして、で、なんか、プリウスせっかく持ってるんだったら、一人でいつも運転するんですけど、その後部座席がどうしても気になっちゃって、その後ろちょっと邪魔だなみたいな。でもうちょっとこれ有効活用したいなっていうところで、これちょっと変えたら車中泊できるし、で、車中泊調べたら、アメリカの YouTube の人はたくさんやってるんですよね。で、日本の人は一人もやってなくて、これなんか日本でもできそうだなと思ったんで、僕はちょっと家が、千葉もともと住んでたんですけども、そこの家を解約して、じゃあ、住所がなくなったっていう感じになった時に、いつでも、プリウスで寝れるようにしとこうかな、みたいな。っていう感じで、プリウスを、ちょっと改造して、今は、普通に寝れるようになってますね。あ、そうなんですね。はい、キッチンとかがついてるとかじゃなくて、寝る用？そうですね。今は寝る用なんですけど、ゆくゆくは、例えば冷蔵庫だったりとか、ソーラーパネルをちょっと屋根に敷いたりとかして、普通の自家発電みたいな感じで、何でもその IH を置いてちょっと料理をしたりとか、そういう感じで、生活ができたらいいなっていうふうには考えているんですけど、その初期費用っていう部分で結構難しいところがあるので、なるほど。それができたら、ゆくゆくは、プリウスだけで生活はしたい。プリウスだけでプリウスだけじゃなくても、なんかね、最近はなんていうんですか、サブスクリプションサービスがたくさんあるじゃないですか。なんかそういう、1ヶ月いくら4万円とか払えば、泊まり放題、ホステル泊まり放題みたいなサービスがあるんで、そういうところをちょっと、提携して、で、プリウスで動きながら、そういうホステルに泊まったりとか、そういうアイディアも一応持ってはいるんですけど、今まだ構想段階ですね、考えているという状態です。なるほど。じゃあ、もし、そのプリウスで住むってなったら、1ヶ月に何日ぐらい車で寝たいですか？理想で。理想はそうですね、2日に1回ぐらいなんで、2週間ぐらいですかね、2週間ぐらいはプリウスで寝れるかなっていう感じで、で、夏と冬でもちろん全然違ってくると思うんですけど、夏だとすごい暑いですし、冬だと寒いですし、夏はほら、汗かくので、どうしてもお風呂とか必要なんですけど、そこら辺はちょっと例えば公園とか行って、水をこうやってガーって、ワイルド水着を履きながら、水着、なるほどね。をやったりとか、
冬だったらね、そんな汗かかない。3日に一遍お風呂入ればいいかなみたいな、うんそういう考えもありますけど、まだまあ実行してないんでね、そうそう、もうちょっとこう快適な車内生活をしたいので、うんそういう感じで。へー私も実は車で住んだことがあって、お住んだというよりは移動しながらですけど、はいニュージーランドに旅行した時に、はい車内泊しながら、なんですか、旅行したんですけども、うんそういう経験はありますか？ありますあります。僕もね、うんニュージーランドも多分あると思うんですけど、オーストラリアで、なんていうんですかね、そういう会社がレンタルしてる会社から車を借りて、で、まあ、A から B 地点まで持っていくんですけど、そのもともと B から A まで誰かが借りてきた車を、それを返すっていうシステムなんですよ。だから0円で借りれるんですよね。本当ですそう、か？そういうシステムがあるんですよ。アメリカにもオーストラリアにもヨーロッパにも多分あって、実はニュージーにもあると思うんですけど、僕はそのケアンズっていうヨーロッパの一番、ヨーロッパじゃない、オーストラリアの一番上から、アリススプリングスっていう、まあ大体、3000キロぐらいかな。3000キロとか。規模がわかんない。めっちゃ長いです。まあ、日本ずーっと行くぐらいの距離を、まあ1週間、5日間ぐらいですかね、を借りて、まあ全部0円で、プラスガソリン代も込みなので、ガソリン代もくれる、200ドルぐらいなんならくれるんで、ただで旅行ができるみたいな。じゃあその車を運んでほしいっていう目的ですね、会社としては。そうです。だから僕みたいなバックパッカーはすごい嬉しいですよ。うんなんかその車中泊もできるし、トイレはついてたかなわかんないですけど、でもキッチンも全然ついてます。水もあるし、電気もつくし、二段ベッドだし、みたいな。一人で。すっげえ快適でしたね。いいですね。はい面白い。日本の車中泊と、オーストラリアとか、他の国での車中泊で違いってありますか？例えば、どこでも止めていいとか、なんだろう。日本のルールは厳しいですかね？そうですね。日本もなんか一応、そのアプリみたいなのあるんですよね。車中泊マップみたいなのがあって、ここで止まっても大丈夫ですよ、みたいな。ただその警備員さんが朝に早く来て、すごいなんか追っ払われるみたいな。すごい難しい単語出てきましたけど。追い払われるかな？そう、追い払われる。書き言葉だと。そうですね。っていう感じの、シチュエーションもあったりとかするので、あんまりこう、やっぱりそのルールを重んじる日本の文化の中で車中泊すると、まあ難しいところもあるけど、まあ、日本はこう道の駅があると思うんですけど、まあそういうとこだったらね、たまに温泉とかがついてるので、温泉行ってあと寝るだけとか、そういうとこはすごいいいかなと思うんですけど、やっぱりこうオーストラリアはちょっと規模感が違うので、そこを誰もいない、その360度建物も人も何もいないみたいな状態で寝ることができる、その特別感だったりとか、満天の星空だったりとか、やっぱそういうのはね、オーストラリアでしか感じられないのかなっていうふうには思いますけどね。なるほど。さっき言った道の駅の話なんですけど、私自身あんまり行ったことなくて、何があるんですか？私のイメージでは、お土産屋さんとトイレがあるイメージなんですけど、それ以外何がありますか？そうですね。まあ、基本的にそんな感じです。お土産屋さん、まあ、特産物ですね。その地域で採れた野菜だったりとか、お弁当だったりとか、すぐ近くにお住まいの和子さんが作ってくれたものみたいな、そういうのが多分たくさんあって、で、あとは、まあ、たまに出店じゃないですけど、なんかこう、うどんとか食べれるようなちっちゃい店とか、レストランももちろんあるところはありますし、あとはトイレですね。やっぱトイレが車にはないので、やっぱり必須になりますね。トイレがあるところで泊まれるところが結構いいところかなって思うんですけど、そんなか、まあ、基本的にはそんな感じですね。道の駅は下道にあるんですよね。下道に高速じゃないよね。下道にほとんどあります。なるほど。はい。確かに道の駅で特産物を食べたり、何ですかね、ソフトクリームとかね、食べたことがありますね。ソフトクリームはね、めっちゃ特定してますけど、ソフトクリームとか、そのご当地ソフトとかありません？そうですね。まあいろいろありますね。そういう感じが道の駅っていうイメージですね。なるほど。へめちゃめちゃ考えてますよ。なんかどうしようかなみたいな。
いや、私の友達実は競馬で寝泊まりしてて、女性なんですけど、はいはいはい。いいですね。彼女は何ですかね、その友達はそのソーラーパネルを上につけてるし、なんか、楽しそうですね。めっちゃいいっすね。でもそれは多分ね、多分小さい女の子だからできると思ってたんですけど、男性でね、やってるからすごいなと思って。まあそうですね。競馬でも多分できなくはないなと思うんですけど、そうちょっと日本はね、そこら辺まためんどくさい。なんかその、なんていうんですか、プリウスは5人乗りなので、本来は。5人乗りで車検とかを出すと、通らなくなっちゃうんですよ。その改造をすると。そういうなんか法律上の手続きはすごいめんどくさいので、やってない人が多いのかなって思いますけど。なるほど。へえ。競馬エブリィっていうエブリィめっちゃいい、めっちゃいいっす。乗ってるんで、ほとんど改造はしてなくて、何ですかね、ベッドみたいなのを入れてますね、そのエブリィ用の。素晴らしい。僕もエブリィなんなら欲しいですもん、エブリィ。エブリィが欲しいです。何でも入るから。でも本当になんか、いいですね、エブリィ。私も何回か乗せてもらったことあるんですけど。そうなんですか。お邪魔しますって言って家だから。いいですね。素晴らしい車中泊。最近流行ってますよね、日本はね。お疲れ様でした。この会話で水木さんは車の中で生活を始めたと言っていました。車の中で寝ることを車中泊と言います。車中泊すると言います。コロナ禍で車中泊をする人が増えています。皆さんは新しく始めた趣味はありますか？日本で人気が出ている趣味をご紹介します。まず車中泊ですね。釣り、サーフィン、ゴルフも人気が出ています。あとキャンプもとてもブームですね。今キャンプブームだと思います。この趣味の特徴は人と会わずに人と会わないで自然の中でできるというのが特徴です。ちなみに私はソロキャンを始めました。ソロキャンというのはソロキャンプを短くして言ったものです。一人でキャンプをすることです。楽しいですよはい、あと私は海の近くに住んでいるんですけど、本当に釣りをする人の数が増えてきています。前はご年配の方、おじさんばっかりだったんですけど、最近は20代、30代の人も釣りをしています。何かアウトドアの趣味を始めましたか？それとも結構前からもうアウトドアの趣味が好きでしたか？コメントで教えてください。2つ目、日本で運転するときに絶対に知っておいてほしいこと。それは道の駅です。文字通り道に駅があります。と言ってもこの駅は電車の駅じゃなくて車が止められるスペースがあります。そこで車を止めてご飯を食べたりトイレに行ったり休憩したりするところです。車で日本を旅行するときは絶対に道の駅に行ってほしいです。その理由は道の駅ではその土地で作られた野菜や工芸品が見られます。そしてお土産も買えます。あと大きな道の駅だと食堂もあるのでその土地の名物を食べることができます。私の家の近くの道の駅ではハマチの漬け丼があります。こんなのです美味しそうですよね。この道の駅は旅行者だけじゃなくて地元の人も行きます。地元の人が新鮮な野菜や果物を買いに行ったり、その食堂でご飯を食べたりします。だから旅行の休憩だけじゃなくて地元の人も道の駅を利用するので、旅行しながらもその土地に住んでいるような体験ができます。おすすめなので車で旅行する人はぜひ道の駅に行って
いろいろ探してみてください。おすすめです。では次、3つ目。3つ目は誰かの家に行く時に言う特別な挨拶です。もしかしたらアニメや漫画で見たり聞いたりしたことがあるかもしれません。お邪魔しますとお邪魔しましたです。いつも決まったフレーズです。その人の家に上がるとき、人の家に入るときはお邪魔しますと言います。そして家から出るときはお邪魔しましたと言います。この邪魔するという動詞は直訳すると英語で disturb とか interrupt なんですけど、このフレーズは直訳してはいけません。日本は欧米諸国と比べてうちに呼びません。ホームパーティーもあまりしません。だから家っていうのはとてもプライベートな空間だと思います。そのプライベートな空間に入るイメージなので、わざわざお邪魔しますと言います。これは仲のいい友達でも言います。お邪魔します、お邪魔しました。ちょっとそのお邪魔します、そこが伸びるかもしれないんですけど、とても近い友達、とても親しい友達でもお邪魔します、お邪魔しましたは言います。この会話動画では私は友達の車に入るときにお邪魔しますと言いました。でもそれは友達は車の中に住んでいるから、その車は友達の家でもあるんですね。だからお邪魔しますと言いました。これは結構珍しいパターン、とても稀なケースだと思います。はい。でも皆さんも日本人の友達の家に行くことがあったら必ずお邪魔します、お邪魔しましたを言うようにしてください。はい。で、これはうちだけですね。これはうちだけで、職場、会社では使えません。会社の場合は例えば上司の部屋に入った時に何と言いますか？失礼いたしますや失礼しますと言います。そして出るときは失礼いたしましたもしくは、失礼しましたと言います。なのでここは間違えないでください。家はお邪魔します、お邪魔しました。会社や一般的な状況では失礼します、失礼しましたと言います。多分会社でお邪魔しますって言ったら笑われると思います。だから気をつけてくださいね。はい、お疲れ様でした。この動画がいいなと思ったら、LIKE とシェア、そしてチャンネル登録もお願いします。はい、では次の動画で。バイバイ。